ミニッツ AWD 用の 2WD ドリフトコンバージョンプロトタイプが完成しました。こちらのですね、コンバージョン、狭小のミニッツ AWD、AWD っていうのは4駆なんですけども、その4輪駆動を2輪駆動、後輪駆動にしてドリフトができるというコンバージョンキットとなっています。今日はですね、このモデルのセッティングとかアライメントとかですね、開発そして調整をですね、してくれているエンジョイスマイルコのエンジニア本さんお呼びいたしました。本と申します。ちょっと一緒にですね会話していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でミニッツ AWD のもともと本さんが大ファンということで、私がもうかれこれ、20年近く前に、AWD を、設計したわけなんですけども、その時この手のひらサイズでですね、なんかドリフトできたら面白いなっていうのが、このモデルのスタートとなりました。しかしですね、家の中で遊ぶとどうしてもですね、この4輪駆動だとスピードがですねちょっと速くなってしまうんですね。でだんだんラジコンにはですねこれ大きいサイズで今10分の1のドリフトする車っていうのがいろいろあるんですけども、もっとツルツルした滑りやすい路面でゆっくりとしたですねスピードで遊ぶのが結構人気があるんですよね。でそんなニーズがですねなんか世界中から、韓国の方からいろいろ届きまして、このゆっくりしたこのサイズ、ちっちゃいサイズの、だいたい今28分の1とか言われてるんですけども、このクラスの後輪駆動の、ドリフトカーができないのかなという形で、開発をしてですね、ついにこのプロトタイプ、3世代目なんですけどもはや、今回完成したところです。で今ねこれちょっとコースで、走らせてみたんですけども、もともとの AWD は、どうしても4輪が駆動するのでスピードが速くてですね、操縦が難しいとかあったんですけど、実際走らせてみても今回 2WD 本さんのセッティングたくさん入ってるんですけどどうでしょうか。やっぱりちょっとこっちの後輪駆動 2WD になったところでそのスピードが落ちてくるっていうところが一番特徴的で、なおかつこの角度がついてかっこよく走れるっていうところがめちゃくちゃいいポイントですね。でそうですね、こっちのこんな感じで切れるっていう、ハンドルが大体それぐらい切れます。ほぼほぼもう真横みたいなぐらいも切れるんですよね。そうですね。これはなんで、こんなに必要で、最初私がプロトタイプ1は一人で、まず形にしたんですね。でなかなかこのミニッツのギアボックス、サーボのギアボックスですね、中のギアとかはコンバーションでそのまま流用して使うんですけど、その時になかなかこの打角の大きさっていうのはなんか再現できなかったんですけど、これやっぱ大事なんですよね。そうですね。やっぱり切れるほどなんかスピンする手前に止めてくれるっていうことが一番大事なポイントです、止めてくれるっていうのは車の速度が止まるわけではなくて、スピンする前に流れていくスピンを止めてくれるっていうんですよね。スピンを止めてくれるっていう。ということはこれですと今こっちに切れたとするとハンドルが、タイヤこうなってますけどスピンしないでこういうふうに流れていけるってことですよね。そうですね。横に流れるようにまずはスピンがしないようにってことで切れ角があったらなるべく行ってほしいっていうところですね。実際最大の打角で流れていくっていうことではないんですけど、操作がスロットルの操作とか流れ的に荷重移動でスピンするところで横に流れてほしいっていうところで、打角が多くなるほど一番いいっていうことで。そうですね。どうしても唐突にスピンしそうな時にはもう最大打角が大きいほどスピンを防ぐことができるっていうんですよね。そうですね。はい。で本さんからですね私がアドバイスをしてですね、プロトタイプの2号機そして今日3号機になってきたんですけども、その1号機見てもらって、2号機3号機と切れ角はもちろん増えたんですけど他にはどんなところが提案いただいたんでした。
オイルのオフセットをちょっとちっちゃくしておいて、それでその流れる時にもうちょっとそのターンがうまくできるようなスクラップエングルですね。それがちょっとちっちゃくしておいてすぐ流れるようにセッティングするとかことができるように、そのバンプステアの調整とか、あとはそのフロントのダンパーの方をスプリングの調整とかも全部アドバイスができたらっていうことで話が来ました。はい。本さんはもともと28分の1の、すでにドリフトの車というか、世の中にいくつかあるんですけど、それを徹底的に遊び倒して、そうですね。それでいて、当初の大好きだった、AWD のミニッツ、これをなんか 2WD 化するような企画があった時には、ぜひとも自分の意見をですね、開発者にぶつけたいっていうので、なんとコンタクトしてきてくれたんですね。そうですね。はい。どうしてもこれ見てちょっと僕もぜひちょっと参加してテストしてみたいなっていうところと、もしちょっとアドバイスができる部分があったらぜひ手伝いたいっていう、ファンとしての気持ちがちょっとね、情熱がちょっと伝わってきたっていうことがちょっと僕的にはちょっとめちゃくちゃ嬉しいポイントなんで、こういうつながりも僕が参加することができてめちゃくちゃ嬉しいです。はい、そうですね。そして、あと本さんがね、すごく僕が嬉しいなと思ったのは、詳しい人って結構こうマニアックなセッティングっていう、上級者が好きなセッティングとかがどうしても寄ってってしまうんですけど、本さんはですね、この KT531P っていうミニッツのセットですねについている送信機を一番大切にしてくれていて、この送信機で走らせても気持ちよくドリフトできるというのを、今回僕が言わなくてもですね、これにやっぱ鹿さんこれで走れないとダメなんですよって言ってくれたんですよね。でその中で、今回この中にですねラジコンのメカ入ってまして、そこには電波を受ける受信機、それからモーターを回すスピードコントローラー、あとサーボの回路も全部入ってしまっているので、今回はミニッツ AWD の制御回路をそのまま移植する形になるんですけど、電池がこういうふうに入るんですけど、電池端子はセット済み、そうですね。はい、そして、配線もできてるんですけど、実はですね、なんと1箇所だけハンダ付けしなきゃいけないんですよね。そうするとどうしてもこうドリフト用にはなってないから、ちょっとハンチングっていうのが起きやすいんですね。だからどうしても正直ハンチングがちょっと起きやすいっていうのは今もあるんですけど、それをですね、どういうここにもついてるけど、どういうアイデアでこれは解決を図ってくれたんでした？やっぱりそのサーボの制御ってこっちの AWD の基盤でやってるんですけど、それがやっぱり切っていくモーターの制御ですね。モーターの制御の、行き過ぎるとなんか行ったり来たり行ったり来たりがハンチングっていうことなんで、それ行かないようにちょっと、ブレーキをかかってくれるダンパーを追加することで、ちょっとハンチングを抑えるようにちょっとそういうことを提案してて、それができるようになりっていうことで、今ちょっとハンチングがだいぶ抑えるようになりました。多分この動画ができる前にはですね、プロトタイプ1号機の動画っていうのも実はできていて、もう公開されてると思うんですけど、その時の様子とかはもう本当にハンチングがすごくて、課題としてどうやってこれを減らそうかっていうのがあったんですよね。でもちろんサーボのプログラムを調整できれば最適なところは見つけられるんですけど、今回はこのまま使いたいと。でジャイロもミニッツ AWD 用の純正ジャイロを使うという中で、ポンさんが提案してくれたのはメカニカル的にですね、実はサーボのギアにちょっとオーリングを当ててですね、それに圧力をかけることによって、わざとサーボの動きを遅くする。そうですね。はい。これによってね、劇的に良くなりました。そうです。はい。で、ちょっとセッティングにもよるので、そこのセッティングが必要にはなるんですけど、そうですね。はい。ちょっと残っちゃう時もあるし、もちろん全くハンチングしない。それは路面のグリップによるんですけど、路面のグリップがちょっと高いと多少出やすいですよね。そうですね。
はい、なので、本さんと私が提唱しているのは、例えば、家だとフローリングとか、そうですね。これフローリングはすごく相性いいですよね。そうですね。フローリングは滑りやすいというか、その基本的に皆さんがなんか遊べる環境ってフローリングの方が多いんですよね。はいはい、なのでそのフローリングの方で遊ぶときにハンチングが出ないようにっていうところで、こっちのサーボダンパーっていう感じの名前になったんですけれども、そうですね。そういう感じの方で今セッティングができて、いい感じの方に仕上がるっていうことになりました。そうですね。でプロモーション用の動画とかでは、この後ろにもあるようなこれ PVC かな。そうです、滑りやすい路面で、もっとゆっくりドリフトできます。若干フローリングの方が速くて、あとフローリングでワックスが効いてると食っちゃうと違ってグリップが高いのでちょっとドリフトが難しくなっちゃうので、古いカサカサな床の方がすごく気持ちよくできるかなと思います。もちろんね PVC なら PVC 用に少しですねそのセッティングを変えてあげると気持ちよくハンチングなくですねドリフトできるようになるかな。そのねところがすごく大きかったと思います。はい、そしてさらにそれサーボはそれでねすごく良くなったんですけど、サスペンションとか、さっきアドバイスを言ってくれたよって言ってたんですけど、そうですね、なんと本さんは自分でスプリングを試作していて、そうですね、世の中に売ってるこのサイズのスプリングを全部買ったんですけど、自分の好みに合う硬さがないというので鹿さん僕このスプリングいいんですよ、これどこのって聞いたら作ったんです。スプリングってさそんなに簡単に作れないでしょ、だってさなかなか試作してくんないでしょって言ったんですけどね。そしたら本さんが作りました1000本1000本、はい、何種類かのスプリングを1000個ずつ試作して、今回もそれがベースにまずちょっとプロトタイプは、決まりきってはいないんですけど、非常にいいバネが出て分かってきたんですよね。これが今世の中にないような、スプリングの硬さを使っていて、ちょっとロール感出たりとかね、いろんなセッティングが楽しめるようになってるんですけど、その辺のこだわりはどんな感じですか？まず基本的にミニッツのオプションパーツとして発売されているそのスプリングの方を使ってみて分かったのは、やっぱりグリップの走行に合わせる高さっていう、硬さですね、硬さに合わせてるんで、ドリフトに使うとしてたら結構硬いっていうことがあったんですね。でいろんなスプリングを探してみててもなかなかなくて、でそれで勉強してみてたら結構こういう風にその線形っていうその線の細さと巻き数とその外径とか内径とか全部設定して計算するっていうことで、これぐらいだったらこういう硬さが出てくる、ソフトっていう形で作ってみたら結構バッチリの方のものがあったんで、そういうことが今こっちの方に入ってるんですけれども、皆さんの方もこっちの方のスプリングの方の硬さとかその柔らかさを感じてみてたら、これこういう風に苦労してくれたなっていうことが、伝わってくると僕的には結構嬉しいと思います。そうですね。で今はこれフロントでスプリングはですねこのコンバージョンキットついてくるんで、これはとても調整されている。でそれ何に合わせているかというと、基本的には、狭小の標準品後ろ回りっていうのはミニ AWD のサスペンションそのままです、はい、そのままで、これリアはこのストラットタイプっていうのと、あとちょっとダブルフィッシュボンドタイプもあるんですけど、どちらも取り付けられると。そうですね。はい、でそのスプリングは基本的にノーマルに合わせて、フロントも作ってるっていう感じですよね。そうですね。そのバランス的に全部考えてて、リアが硬すぎるとフロントが負けると、リアが流れすぎとかフロントがアンダーが出やすいとか、そういう問題が発生するんで、ちょうどいいバランスで使えるようなバネをちょっと選定して、今もちょっとテストをずっと重ねていくっていうところです。はい、そうですね。はい、で一応その先にやっぱりリアももうちょっと柔らかい方がいいなとかいうのも最近分かってきたので、またそれはそれで、本さんがプロデュースするちょっとオプションのスプリングなんかも今出していきたいなというふうに思っています。はい、さらにやっぱり大事なのってタイヤじゃないですか。
そうですね。今はこっちの方ついてるタイヤの方、ちょっと今までなかった、ラウンドっていう感じの方のタイヤになってるんですけれども、やっぱりその切れるとなんかそのキャンバーの変化とか、そのケスタのこの高くが変化するところが多いんで、その部分に対応するどこでもなんか設置してくれるこういうラウンドタイヤがフロントに使ってたら一番いいかなと思ってて、ずっとタイヤのテストの方をやっています。これは2号機ですね。そうですね。2号機はちょっとこうグレーな感じだったんですけどね。でタイヤは競争でもドリフトタイヤというのがありまして、基本的にはそのタイヤをつけていただけば、調子がいいで、競争のジャイロもそのまま使っていただくという設定になっています。そうですね。そのレディセットを持ってるその今お客さんの方で、そのまま流用して作っていったら楽しく遊べるようなことがコンセプトなので、そういうことができてたら一番嬉しいということですか。そうですね。そして最後に一番こだわってくれたのが、試作もめっちゃ、僕 3D プリンター担当なんで、もう本さんから1ミリ刻みとかでこうステアリング周りのリンゲージの長さとか、ステアリングワイパーっていうですね、ハンドルを切るやつの寸法とか、もう次から次にこれはどうですかとか、ナックルのね取り付け位置、ナックルってタイヤをこう角度変えるパーツなんですけど、もう 0.5 ミリ単位でもう高さとスクラブ半径っていうんですけど、タイヤのこう切れる半径、そうですね、もう散々試しまして、でポンさんのこだわりがあって、今回アジャストをするこうタイロッドとかキャンバータイロッドじゃないかアッパーロッドとか、そうですね、長さを工場出荷状態で一応こうフィックスっていうか、決めようかな、固定しようかなと思ってるんですよ。でその辺のこだわりっていうのが、結構あって、世の中にはもう全ての箇所がセッティングいじれた方がなんかいい車みたいなイメージがあるんだけど、それを彼は結構否定してて、それはちょっと説明してもらってもいいですか。そのやっぱりセッティングができるほど良いっていうなんかそういう説もあるんですけれども、そうじゃなくて簡単にこのままのセッティングでこのままのいい走りが出るっていうことがちょっとおすすめしたい部分がちょっと押し付けなんですけれども、それがちょっとやりたくて、今回はなるべくこの長さでこういうセッティングでやってほしいっていうところでセッティングしていた方がいいかなという説明で、ちょっと石川さんとずっと打ち合わせも含めて話をやってたんですよね。ではちょっとマニアックな話なんですけど、先ほど言った、ハンドルが切れる中心っていうのを、キングピンっていうのがありまして、それを基準にこうハンドル、これタイヤですけど、切れる時に必ずこういう風に動いちゃうんですよね。そうですね。だけど僕らがまず目指した最初に本さん言ってくれてたのは、これを限りなく近づける。一番いいのはホイールを先端にあればその場でタイヤが切れるんですけど、この28分の1のシリーズってみんなタイヤってこういう風に切るんですね。それがかっこ悪いから、それ直したいのと、もちろんそこを縮められる方がいいんで、そこを徹底的に縮めるんですよね。そうすると今度そのタイロッドとかアッパーロッドが全部当たるようになるんですよね。でそれを今度避けるみたいなことを繰り返すことによって、できるだけ、ハンドル切ってもですね、車の横から見ていただいたらこのずれない、タイヤがいつもセンターで切れるっていうのを、見た目にもいいし走りにもすごく大事だというので、こだわったところなんですね。でそれをやっていくとですね、どうしても最適なサイズっていうのがありまして、ちょうどこれ86とかはミニッツでいうとチャーシ体が 65mm 幅でボディが 68mm 幅っていう、結構ちっちゃいサイズになるんですけど、ドリフトってちょっとはみタイヤでもかっこよくてキャンバー切ってるんで、だいたいこの辺りのボディから、ミニッツでいうと 70mm ぐらいまでがすごくジャストフィットします。でその時にホイールのオフセットで一番調子がいいのが今プラスの 1.5mm っていうのにセットしてもらうと、車体幅がだいたい 68mm になるので、70mm にするとちょっといいか、若干キャンバー切ってるんで、そうですね、見た目もいいかなと。でそこが操縦性とかも非常にいいんで、
ミニッツでいうとすごいこうワイドなボディではなくて、65ミリから、70ミリぐらいのこうサイズのものを選んでいただくと、非常にいいと。そうですね、はいなんかその当たる部分も全部なくなって、クリアランスが結構取れるっていうことで、辛い位置をちょっと狙ってるところもあるんですけれども、やっぱりこういうところで、綺麗に切れてて当たらないっていうことで、かっこよく走れるっていうことが一番重要なポイントだと思いますね。そうですね、そのあたりが結構こう自分で組み立てるキットとかもあるんですけど、もうとにかく全部自分でアジャストしなきゃいけないから、本当に大変。そこからずれることが多いんですね。やっぱり僕はなんかノギスとか使っててやったとしても、やっぱり目の錯覚とかが結構多いんで、そこで測ってやってもなんか先端に置いてても少しずつずれてるんですね。でそれで皆さんちょっと見ていただくポイントで、僕になんかアドバイス欲しいっていうところも結構来るんですけれども、とりあえずタイロットとアッパーアームローアームの長さをとりあえず見てください。でそれでその後からちょっとアライメントをちょっと見ていくっていうことが大事なポイントなんですけど、それって調整できるほどずれる可能性が高くなるっていうことが一番悪いんですね。そうですね。なのでこっちの方で今回おすすめの固定の長さでやっていくことが、今回はちょっと悪いポイントになるっていうことよりは、今回はおすすめのために固定しますっていうことが一番いいポイントですね。そこをちょっとお伝えしたくて。そうですね。で固定っていうのはロッドに、カラーが入っていて、そこまで締めてもらったらもう最適な、本さんが思う最適な長さになると。そうですね。でその後はちょっとオプションでそのカラーを抜いてもらって、ロッドを、ターンバックロっていうので書いてもらえればもちろん自由にできるようになるんだけど、昨日もちょっと2人で話したんですけど、僕も設計者で、開発ドライバー&セッティングしてるから、もうお願いだから僕らが決めた値で最初は遊んでっていうお願いなんですよ。もうそれを超えるのは、もう僕らも何百時間やってるし、アライメントなんてもう本さんは大阪に住んでて、僕は神奈川なんで、もう CAD でその 0.5 ミリずつずらしたアライメントを全部僕はデータで作って、それを CAD の中で動かした動画をもう何十通本さんに送って、でそれって結局この角度でハンドルが切れるだけじゃなくて、でこれは本さんがいいのは、こうなってたらハンドルってこうパラレルっていう平行になってるとずっとこう斜めに滑れるから、車は基本的にスピンしないみたいなのがあるんですけど、最初はちょっとトーアウトって前が開いてる、そこから途中でパラレルに追いついて、最後ちょっとだけインが切れるのがすごくいいと。でこれってサスペンションがこの沈むと位置変わるんですよ。だからそれをもうサスペンションの位置も変えながら、そうですはい、もうどの切れ角が良くて、どこのとこでどの位置にいるっていうのをもうほぼほぼ毎日やり取りしてるから。そうですね。でそれでいまだにもちょっとこういうことがいいんじゃないですかねっていう、いわゆるちょっと美味しいポイントを探してっていうことですね。そうですね。そう結構やっぱいいとこになってくるんだけど、どうしてもメカニカル的に最後は結局ホイールのなるべく内側に入れ、オフセットっていうんですけど、ホイールを内側に入れたいから、何かに当たるっていうとも戦いになるんで、そうですね。それをねもう徹底的にやって、非常にいい感じに僕もなったかなと思います。よかったですね。よかったです。僕の方もこれは楽しいなっていうところがちょっと分かってきたんで、やっぱりこれ作ってみてよかったというところも今、皆さんの方ちょっと分かってきてたら、僕の方も石川さんもめちゃくちゃ嬉しいと思います。でそしてあとはこれ今回名前にプロトタイプって入ってるんで、プロトタイプをまず作る金型を作りたい、それを皆さんに応援していただきたいという企画で、ここで終わりじゃないんですよね。そうですよね。ここからスタートして皆さんと一緒にこの車を仕上げていく。そしていつかは今回エンジョイスマイルカンパニーってちっちゃい会社なんで、なかなかラジコン1台作るのは正直結構難しい。だからまずはそのコンバージョンキットという形で面白さを分かっていただいて、皆さんに応援していただいて、お願いだから僕らをラジコンメーカーにしてくださいっていう
プロジェクトになっています。そうです。こちらがスタートにもなるんですけれども、やっぱり皆さんで一緒にやっていきたいっていう気持ちがちょっと分かってきてたら、これでそのラジコンのメーカーになっていくステップになるので、ぜひとも、一緒にやっていきたいと思います。はい、そうですね。あと細かい部品っていうのはもう試作繰り返した後何回かちょっと説明しましたけども、僕もぶっちゃけ 3D プリンターでこのちっちゃい部品作るのが得意になったんですね。そしてあとちょっとご存知かもしれないですけど、3D プリントで、ちっちゃい車のボディを作る生産ラインを整えたりしてますので、いろんな細かい変更の部品は京都も持ちますので 3D プリンターで提供していく、そしてみんなと一緒に盛り上げていく、そんなラジコンシーンですね。そうですね。目指しています。こっちを見ていただくということはなるんですけれども、やっぱりこっちかっこいいと思うんですね、僕的にも。なんかちょっと作りにちょっと頑張ってきたんですけれども、やっぱりこれってこういう風になんかちょっとちっこいサイズのシャシでかっこよく走れるっていうことは、僕これ見るだけでも全然嬉しいっていう感じですかね。そんなことないでしょ。1万人100万人に1人ぐらいは本さんぐらい刺さる人がいるんですよ、ちっちゃいの。そうですね。世界的にやっていきたいなと思う。そうですね。僕みたいな人がもっと増えてたらっていうことですね。はい、ぜひぜひこのプロジェクトをですね、応援していただけたら、私たち頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is